こんにちは。今回はマツダの CX-80 を見に行ってきましたので、紹介していきます。それでは行きます。Now loading。CX-80 は、グレードが全15種類あり、今回紹介するグレードは、XD ハイブリッドプレミアムスポーツとなります。ディーゼルのハイブリッド車両です。では、まず、フロントフェイスから見ていきましょう。ヘッドランプから見てみると、車両サイズが大きい割に、意外にも小さめです。フロントグリルを囲っている、クロムメッキの造形を大きく見せたくて、ヘッドランプを小さくしているのだと思います。でもよく見ると、シグネチャーランプが仕込まれていますね。ここまで近づいて気づきましたよ。そして、フロントグリルは、縦に無数のラインを入れていて、クロムメッキをアクセントとして3つ入れ込んでいます。そして、フロントグリルにひっそりソナーがついています。全然目立たなくていいですね。フォグランプはついていないですが、代わりに、ブラック塗装された過色がついています。そして、フロントロアを見てみると、あれ、部品の継ぎ目がないですね。フロントバンパー大きくないか？ボディラインが綺麗で、これは惚れますね。また、ヘッドランプ周辺をよく見ると、ヘッドランプを洗浄するための噴射口が装着されていました。格納タイプではないようですね。横から、車両全体を見てみると、このようになります。全長 4990mm、全幅 1890mm、全高 1710mm です。全長長いなぁと思ったら、ステーションワゴンのようです。ちなみに、競合車と比較するとこのようになりました。全長、長すぎですよね。スバルのレイバックでも、全長 4770mm ですよ。このおかげで、CX-80 の3列目シートは、足元空間が広いんですよ。話それちゃいましたが、気を取り直して、フロントサイドから見ていきます。フロント側ですが、ホイールアーチトリムはありますが、ボディカラーと同じ色で塗装されていますね。ボディラインで、タイヤを大きく見せています。また、フェンダーにはオーナメントがついていました。タイヤに近づいて、詳細を見ていきます。ホイールは、ブラック塗装されていて、切削デザインはないですね。タイヤのサイズは20インチで、幅は235ミリ、扁平率は 50% でした。日に当たると、ホイールの黒ツヤが綺麗ですね。そして、先ほど紹介したオーナメントを見てみると、インライン6と記載されています。エンジンのシリンダーが6つ直列という意味のようです。PHEV だと、ここには PHEV のロゴがつくらしいです。そして、ドアミラーは全面ブラック塗装されています。リアタイヤを見ていくと、ボディ周りはフロントと同じです。ブレーキはディスク式になっていて、タイヤのサイズもフロントタイヤと同じです。ちなみに、この車両の型式は、3CAKL3R3P で、4輪駆動でした。そして、給油口は、運転席と反対側についていました。3列シート付きで、オペラガラスもありますね。オペラガラス周りには、クロムメッキの大きな過色がついています。そして、ドアのアウターハンドルは、ボディと同色で、静電スイッチが搭載されていました。このくぼみを指で触れると、ドアを施錠できます。そして、ドアサッシュはブラック塗装されています。黒ツヤのあるドアサッシュいいですよね。リアを見ていきます。バックドアにはスポイラーが外付けされていて、ハイマウントストップランプも外付けですね。ステーションワゴンですが、バックドアガラスはほどほどに傾斜させていました。バックドアは基本的にはボディラインで凹凸をつけていて、取り付いている部品は、できるだけボディ面に合わせています。リアコンビネーションランプは、中央部まで伸びて繋がってはいないですが、マツダエンブレムが目立つように、デザインされていました。それにしても、マツダのエンブレムかっこいいなぁ。そして、バックドアを開けるためのスイッチ近傍に、カメラが一つ設置されていました。そして、リアロアを見ると、車幅明かりが横長の形状で取り付いていて、さらにその下には、マットな見た目のプレートが付いています。フロントロアにも同様のパーツが付いていましたね。全体の外観はこんな感じでした。バックドアを開けてみると、裏面にはバルブランプが付いています。ドラレコのリアカメラは、バックドアガラス裏面に取り付けています。給油口を開け見てみると、この車両は PHEV 車両ではないため、使用可能なのは、左側のディーゼルと書かれた型だけですね。では、続いて、ラゲッジスペースを見ていきたいと思います。ラゲッジサイドから見ていくと、バルブランプとコンビニフックがありますね。バルブランプは白色となっていて、隣のコンビニフックは少し大きめサイズになっているので、コンビニ袋を引っ掛けるのが楽にできそうです。またアクセサリーパーツを見てみると、カーゴステッププロテクションと呼ばれるパーツがあって、荷物を出し入れの際に、
荷物がラゲッジスペースから転げ落ちてしまってリアバンパーへの傷つきを防止するために設定できるようで、カーゴステッププロテクションは2万円でした。その周囲には、通気口が設定されていますね。これはエアコンの風が出てくるところじゃなくて、おそらく車体の外側の穴に繋がっていて、車内の空気の流れを作るための通気口になってるのだと思います。そして、この車両には装着されていませんでしたが、トノカバーのガイド形状もありました。どうやら、そのカバーは、ラゲッジ下に格納されてるようですね。トノカバーが格納されている場所に関しては、後ほど一緒に見ていきましょう。また先ほど紹介したコンビニフックの場所なんですけれども、トノカバーの引っ掛ける部分がフックの少し上のこの場所になっているので、仮にトノカバーを使ったとしても、カーゴステッププロテクションに当たることなく、併用できるような作りになっています。併用すれば、完全にラゲッジスペースを隠すことができますね。そして、そのすぐ下には謎のプレートがついていて、3列目シートのサイドを見てみると、タイプ C の充電ケーブル端子が一つ設定されていました。そして、トノカバーをするためのくぼみもここに設定されていました。2列目に人を乗せる際は、トノカバーの脱着が必要ですね。そして、大きなオペラガラスも設定されていました。しかもこんなところに、大きなスピーカーがひっそり隠れていました。スピーカーグリルがブラックで、周辺の部品もブラックで統一されているので、このスピーカーの存在を撮影した後に気づくぐらい綺麗に収められていました。運転席側からしたら、サラウンド効果が期待できそうですし、2列目シートからも距離が離れているので、スピーカーが近くにあってうるさいなぁと感じることも少なそう。さすがに3列目がどうなのかはわかりませんけど、うるさいと感じたら、ナビで音量調整必要です。そして、3列目シートには、片側につのドリンクホルダーが設定されていて、さすがにでかすぎるだろうと思ったんですけれども、スマホを立て置きすることもできそうだったので、スマホ置き場としても併用することができるという風に考えれば、このぐらいのサイズがあっても良さそうだなと感じます。スマホをここに置いてタイプ C のコネクターで充電することも考えると、このくらいの縦サイズ欲しくなります。そのドリンクホルダーの下には、ラゲッジネット用のフックが設定されていました。反対側を見てみると、基本的にはほとんど一緒なんですけど。まず、先ほど伝え損ねた点として、ベンチレーターが足元あたりについてるんですよね。どうしてこんなところにベンチレーターが、わざわざ設定されているんだろうと思ったんですけど、ルーフ周りを見てみると、上部にはベンチレーターがないんですよ。ワゴン車みたいな全長の長い車って、だいたいこの上部にベンチレーターがついていることが多いんですけど、この車全長がほぼ5000ミリ近くあるのに3列目シート付近にベンチレーターがなかったらきっと空気がよどむと思うんですよ。それで下側の方がダクトの取り回しがしやすくて、この位置にベンチレーターを置いているのかもしれませんね。視界に入りづらい位置にありますけど、実際に、風が足に当たれば、この存在には気がつくかもしれません。そして、2列目のアームレストは合皮は設定されていませんでした。肘掛けする場所があるだけ十分かと思います。まあそんな話はともかく右側にだけ、何があったのかを見ていくと、先ほど謎のプレートがあるといったところに、100V のコンセントと 12V の電源ソケットがありました。最近、この 100V のコンセント流行ってますよね。コンセントの設定率は、年々増えていってるように感じますが、実際皆さんはお使いこなせていますか？少しぼやけてしまってはいますが、よく見てみると、この不織布マットは前面には設定されていませんでしたね。また反対側はくぼんでいましたが、右側は平面になっています。では、ラゲッジボード下の収納スペースを見ていきます。取っ手は、格納タイプでプラスチックで作られていますね。このラゲッジボードは結構肉厚で、しっかりした作りでした。表も裏も不織布がついていて、結構お金かかってそうな見た目でした。どうやら、このラゲッジボードは、K20V6883XA2 が部品コードのようです。そして、お目当てのトノカバーですが、かなりコンパクトに巻き取られて、収納されていましたね。トノカバーに隠れて見えませんでしたが、この車は大きいので、収納スペースも結構大きかったです。ちょっとズームして詳細を見ていきたいと思います。収納深さがあるので、社外品も収納できちゃいそうですね。そして、続いて、3列目シートを展開してみたいと思います。このようにレバーを引っ張ってみると、3列目シートを展開することができました。ヘッドレストを最終的に持ち上げないといけないです。遠目に見てみると、このような外観でした。車両全長が長いので、3列目であっても狭そうに見えないですね。それでは、
次に、この3列目シート格納してみたいと思います。格納方法はすごくシンプルで、シート裏のレバーを2回引くだけです。そうすると、ヘッドレストも前に倒れますし、シートも前に倒れてくれます。ここまでシンプルなのは、CX-80 が初めてですね。それでは、内装を見ていきましょう。まず、こちらフロントドアの内装となっています。ドアアッパー側から見ていきたいと思います。触ってみると少し柔らかくて、合皮が採用されていることがわかります。そして、坊主製のツイーターが、ドアのコーナー部に設定されていました。そして、ドアのインナーハンドルの上には、木目調フィニッシャーと大きなサテンメッキのフィッシャーが装着されていました。それでようやく、この位置にインナーハンドルがあるんですけど、今、手で掴んでる部分に大きなプルハンドルがついていて、結構大きくて重たいドアを閉めするのに、便利な構造になっていました。インナーハンドルの近くには、シートメモリースイッチのボタンは配置されていませんでした。パワーウィンドウスイッチは、あまり凹凸がついていないタイプで、フィニッシャーはマットな見た目でした。そして、ドアのアームレストは、かなりふかふかしていました。真横から触ると、ふかふかだってことがよくわかると思います。ステッチは、タン色とホワイトを組み合わせていますね。そして、ドアのロア側を見てみると、ドアポケットは U 字形状の大きな開口があり、ペットボトルを入れるためのくぼみがありました。ペットボトル2本は入りますね。そして、なんとドアスピーカーは、プルハンドルの横についてるんですよね。しかもよく見ると、ここ内張りになってますね。合皮かと思いました。では、次に、シートを見ていきたいと思います。シートも単色を基調としていて、ナッパレザーを使っているようですね。ただし、今触っているシートの背面や座面は、株式会社セイレンのレガーヌと呼ばれる人工皮革を採用しているようです。シンプルに言えば、合皮と合皮のコンビシートですね。そして、シートの中央には、黒いラインを入れてアクセントをつけています。よく見てみると、下地が黒色になっていて、パーフォレーション加工の穴がしっかりと際立っていますね。見ていただいてもわかる通り、シートの質感は非常に良かったです。そして、こちらのシートはパワーシートになっているんですが、ランバーサポート付きで、前後スライドやリクライニング調整が電動でできるようになってます。そして、シートのエアバッグは、この位置に格納されているようです。シートの下のカーペット形状は、少し凹凸が大きくて、黒いアタッチメントみたいな部品で高さ調整していますね。そして、スカーフプレート周りを見てみると、特に何も加色プレートはついていませんでしたが、シックでかっこいい。そして、アクセルペダルは、オルガン式になってました。そして、このフロアマットは純正でしたね。ここにオーナメントがついていました。マットが、引っ掛けタイプでないのもいいですね。続いて、シートを一番後ろまで下げてみた時の外観ですが、何やら大きめのユニットが出現しました。シートレールはしっかりと樹脂カバーで保護されていますね。では、次は、ステアリングを見ていきましょう。まず右側のステアリングスイッチですが、シルバー化色とピアノブラックの組み合わせで、運転支援系のスイッチが配置されています。そして、中央は穴が開いていて、左側はナビ操作関連のスイッチがメインですね。それでこのステアリングの革ですが、上面までしっかり革が巻かれていますね。パドルシフトはあり、その後ろにコンビスイッチがついていました。コラム周りには、ドライバーモニタリングのセンサー内ですね。コンビスイッチの先端を見てみると、アダプティブ LED ライトのスイッチがついていました。メーターは、もちろんフル液晶でしたよ。通常ステアリングと異なり、革の継ぎ目が外側に出ていたため、少し凹凸感を感じましたが、デザイン重視で高級感の感じられるステアリングでした。そして、ステアリング右側を見ていくと、ベンチレーターが縦になって設置されていました。スマホホルダーをベンチレーターにつける人は、ご自身のスマホホルダーが、この縦のベンチレーターに組み付けられるかチェックした方が良さそうです。そして、その下にあったスイッチはこんな感じ。シートメモリースイッチは、インストルメントパネルについていました。ドラレコでしょうかね。ETC のユニットともう一つユニットがついていましたが、さらにその下には給油口を開けるためのレバーがついていました。続いて、インパネ上面を見ていきます。まず、A ピラーですが、ブラックで表面はファブリックのようなものがついていました。A ピラーにはスピーカーはついていなくて、インパネ側も、A ピラー周りにはスピーカーついていないですね。ドライバー席の前には、ヘッドアップディスプレイが搭載されていました。そしてインパネ中央には大きなスピーカーが設置されていました。中央にスピーカーの影が見えますね。助手席側を見てみると、
正面には単色のスエードのようなものがついています。しかもグローブボックスも合皮で巻かれている。非常に高級感あふれるインパネに仕上がっていますね。そして、ナビ周りはこんな外観です。新規モデルが増えるごとに、少しずつですが、カーナビが大きくなってきているのは気のせいでしょうか？スエード周りのスイッチ操作時は、スエードを汚さないように注意ですね。エアコンのユニットには、スイッチが横並びに連なっていますね。中央のコンソールを見てみると、横長の収納スペースが見つかりました。ワイヤレス充電が使えるのか見てみましたが、こちらに設定されていますね。ただ、充電中なのかを表示するインジケーターは見つかりませんでした。どこか別のところにあるんでしょうかね。しかも、電源ソケットもついています。裏スペースも使って、電源ソケットのスペースを確保するのではなく、あえて、突起のように見せることで収納スペースの横幅を広く見せていますね。最初、鍵をこの収納に置いたままにしているのだと勘違いしました。そして、コンソールの上面には、縦にラインを入った木目調のフィニッシャーがついていました。ただし、前面にフィニッシャーがついているわけでなくて、シフト周りはマットな外観になっています。木目調のフィニッシャーのリットを開けてみると、ドリンクホルダーが2つ設定されていました。ドリンクホルダーには突起が入っていて、ドリンクを固定できるような構造になっています。ナビ画面を操作するためのスイッチ群は、コンソールの上部にデカデカと設定されていました。中央に丸いダイヤルみたいなものがついていますが、コマンダーノブっていう名前みたいです。コマンダーノブは、回転やスライド、押し込みだけでなく、コマンダーノブ表面を触ることで、スワイプやピントアウト、ピントインもできる万能ノブのようですね。そしてコンソールの収納スペースを見ていくと、収納スペースに不織布がついていて、しかも収納容量も結構大きいですね。しかもよく見てみると、HDMI 入力端子も設定されていました。タイプ C の端子も2つついていますね。しかし、問題は、意外と深さがないんですね。HDMI 端子を用いる場合、このくぼみを利用して、コードを外出ししないと、HDMI が使えないように感じました。X トレイルのような観音開きタイプで、使い慣れていたので、個人的には、コンソール収納の開閉操作は使い勝手は良かったですね。コンソールリットには合皮が巻かれていて、肌触りも良いです。それにしても横幅大きいですね。シートベルトを見てみると、上下に移動できるタイプのシートベルトですね。ドアを閉めた状態だと、少し隙間から外装ボディカラーがチラ見えしているので、私は気になりませんが、車内側からも内装にボディカラーが合っているか見てみてもいいと思います。そして、シートベルトのバックル根元は、ゴム製で、少し安定感はなかったですね。助手席側から助手席前を見てみると、縦長のベンチレーターが運転席と同じようについていて、縁がサテンメッキで少し艶を落とした外観になっています。内張りのブラックカラーに対して、このサテンメッキはアクセントになっていますね。また、このスエードは、高級感を引き立てますね。中央のハザードランプスイッチ周りまで、スエードになってますね。それでは、グローブボックスを見てみます。内側は植毛加工されていて、リットにボックスがくっついて、一体になっていたため、頑丈でしたね。しかもよく見たら、グローブボックスの砦の部分もサテンメッキで、加色されていますね。けど、よく見たら、内張りを直接着色させているだけで、合皮を巻いているわけではなかったですね。合皮のように見えたので、外観雰囲気はとても良いと思います。助手席側からコンソールを見てみるとこんな感じです。コンソールの肘掛け部が盛り上がった作りになっていますが、おそらくコンソール前の収納スペースを確保するために、前半分は下に下げざるを得なく、段差があるのだと思われます。また助手席のパワーシートを見てみると、なんと助手席側にもランバーサポートがついています。ランバーサポートは、運転席側だけについているような車種が多いですが、さすがに600万円台の車種は、一味違いますね。続いて、ルームミラーですが、マニュアルタイプでデジタルモニターには切り替わらないですね。BMW でも言われたのですが、デジタルインナーミラーってナビゲーション画面で後方見れるから必要ないですよ、らしいです。けど、私は X トレイルのデジタルインナーミラー結構気に入ってて、やっぱり後方を見るとき、無意識にまずインナーミラーを見るので、インナーミラーがデジタルモニターに切り替えられると、全長が長くて後方が見えづらい車種では重宝すると思うんですよね。そして、インナーミラーの横には、ETC のアンテナがついています。そして、照明周りですが、スイッチ面が傾斜していて、レンズはそのくぼみに配置されています。
そして、オーバーヘッドコンソールもついています。サングラスは間違いなく入りそうですね。SOS スイッチもありますね。マツダエマージェンシーコールというみたいですね。マツダエマージェンシーコールのマイクとスピーカーは、このグリル部分に搭載されているようです。緊急時は、ちゃんとマイクに向かって喋りかけないとですね。また、こちらの車両は、サンルーフ搭載車両となっていて、運転席から見るとこんな外観です。では続いて、リアドアを見ていきます。フロントドアと同じで、プルハンドルが大きいですね。リアドアだから、もっと簡素な作りなのかと思いましたが、意外にもリアドアにも力が入ってますね。格納式のサンシェードもついていました。他社でもよく見かけるタイプのサンシェードですね。そして、フロントドア同様に、こちらには、大きな木目調のフィニッシャーがあり、同じくサテンメッキ加色もついています。先ほど、プルハンドルは、ドアが大きくて、ドアを引き込むのに力がいるためこんな形状なのではないかとお伝えしましたが、このタイプのプルハンドルになると、ドアポケットがなくなるので、ドアアームレストの面積が増えますね。そして、アームレスト上部は、スエードがついていて、アームレストには、なんとリアドアなのに、パッドがついています。横から潰しても、しっかり潰れますね。そして、ドアポケットは、ペットボトル3本くらい入ってしまいそうですね。そして、リアドアもフロントドア同様に、この位置にスピーカーグリルがありましたよ。続いて、リアシートを見ていきます。リアもフロントと同じ配色になっていて、シートレバーも同色の単色です。素人目で見てみても、フロントシートと同じシート地に見えます。この2列目シートですが、何がすごいのかというと、なんとパワーシートになっているんです。なので、リアシートは、左右で分かれていて、個別にスイッチ操作でシート位置を前後方向に無段階調整可能です。ステーションワゴンとなると、一般的な SUV とシートの作りが変わってきますね。スカッププレートは大きめで、手で触ってもほとんど動かないですし、カーペットと段差がほとんどない、電気自動車みたいな足回りですが、シート位置が高めになっているので、窮屈には感じませんでした。そして、リアの中央には、大きなコンソールがついていて、前席同様の観音開きタイプのコンソールですね。収納スペースは、前席よりも縦横サイズは小さめですが、深さが結構大きいですね。上面にはパッドが入っていて、肘掛けも問題なさそうですね。そして、ドリンクホルダーは、横並びに2つついていて、ドリンクを固定するための突起もついています。前席のコンソール後端には、ベンチレーターや C タイプの端子がついていて、その下には、モニター付きのエアコン操作ユニットが搭載。なんと、リアシートにも、シートベンチレーションがついていますね。しかも、風量は3段階調整できるみたいです。アシストグリップは、運転席含めて、計4つ搭載されていて、リアシートには、バルブランプとフックがついていました。いかがでしたでしょうか？マツダのフラグシップ車両ということで、特に内装は非常に好感が持てました。640万円とかなり高額ではありますが、自慢するには十分すぎる車種だと感じたので、お金に余裕があれば購入してみたいですね。ぜひ一度は実物見てみてほしいですね。余裕があれば、今度試乗もしてみようかな。そんな感じで以上です。また次回もお楽しみに。それではまた。